ちは。こんにちは。今日はワインナイトのテーブルセッティングというタイトルでお送りしたいと思います。今年もう今から8ヶ月ぐらい前になるんですけれども、1回日本酒ナイトのテーブルセッティングというタイトルで、YouTube お送りしているんですが、それがご好評いただいて、日本酒ではなくて今度は洋風のワインを飲むテーブルでセッティングを見せてほしいというリクエストをいただいたので、今回は、日本酒改めワインを飲むテーブルセッティングをお見せしたいと思います。流れとしては前回と同じで私のところのテーブルをお見せするんですけれども、最初に私が自分なりに考えたテーブルセッティングを作って、でそれをね、はるちゃんがもうちょっとこうしたらいいんじゃない、もうちょっとこうしたらいいんじゃないっていうふうにいろいろ言ってもらって、でその過程を撮影しながらどんどんテーブルを良くしていくっていう感じの流れだったんですけれども、全部で4時間ぐらいかかりましたね、今回も。もっとかかったかもね。そうかもしれない。でも最終的には割といいものができたというふうに思います。で、今回は赤いというか、濃いピンクのテーブルランナーとそれから、テーブルで使うナフキンを私が縫ったものがあったので、クリスマスも近いことですし、それを使うという前提があって、テーブルのセッティングをしてみました。で撮影したものを編集をして、それを見ながら2人で後からおしゃべりをつけたという作りになっています。それではご覧ください。はい、じゃあこれが、ふみちゃんが最初にセッティングしてくれたテーブルです。はい。で、メニューは書いてある通りですね。そうだね。お得意料理をいろいろ。これほとんどはるちゃんのレシピなんだけどね。作っていただいたんですが、このピンクのリネンやっぱり綺麗ね。この木のテーブルによく合う感じ。そうですね。レモンチキンはここでパイレックスのお皿が乗ってるんだけれども、そういえばふみちゃんパエリアパンを持ってたじゃないっていうことになってね、パエリアパンでレモンチキンを焼いてもらいました。はい。でお料理が全部乗りました。なんかこれでももちろんなんか楽しくって綺麗なテーブルに見えるんだけれども、もうちょっと華やかにしたいあるもので、もうちょっと統一感をとってっていうようなことを少しずつしてみたいと思うんですけれども、これであれよね、私も言ったけどふみちゃんもちょっと違和感を感じていたっていうのはやっぱりサラダだよね。この右側にある透明のガラスの入れ物に入ってるビーツのサラダですね。この入れ物があんまりしっくりこなかったんだよね。そうだね。このセッティングにはまず合わないんだよね、なんとなく。それからあとガラスっていうことで、下のランナーの色が映り込むじゃない。それで、ビーツとほとんどいろんな同じ系統の色だからね、なんとなく冴えない感じになっちゃう。そうなんですよ。それとあと、このマッシュルームのサラダはドレッシングかけてそのトスがしにくいっていう話プラス、ちょっとやっぱり立ち上がりのあるサラダボウルみたいなのに変えてみないっていうことになったんですよね。それで変わったわけですね。そう、ここで、まずマッシュルームの方をサラダボウルウッドのサラダボウルに変えてもらったんだよね。こっちのローズマリーのボードとかとはちょっと風合いの違ったウッドではあるんだけれども、素材感を揃えるっていうことでこっちの方にしてみました。クマラの入ってるお皿ボウルとお揃い、これってサイズ違いですね。はい、いただいたものです。だからこれでいいんじゃないかなと思って、ビーツの方はね、今度黒にしてみたのよね。ガラスがちょっとだったからっていうことなんだけれども、それとそれからあと手前の方にはち
ちょっとねセンターにボリュームがあるんだけれども、お皿1枚で、ナプキンが乗ってるだけだとそのセンターのボリュームに少し、手元の部分の、ボリュームも少し合わせた方が、なんか居心地が良くなるような気がしたので、1枚ね、これはあれだっけ、ジャスのお皿だっけ。そうです、色はちょっと濃い紫なんだけれども、そんなに違和感なかったでしょ。そうね、意外となかった、思いつかなかったけど、このなんかちょっとうっすら縁が白いっていうところもちょっと軽い感じになっていいなと思ってこれを選んでみました。実際問題としてはるちゃんが言ってたんだけど、ビーツのサラダとかね、おつゆ出るし、ちょっと別に小皿がサラダ用の取り皿が欲しいかもねっていう話もあったんだよね。でここでビーツがやっぱり取りにくいかもねっていう平皿に乗せてるだけだとちょっと取りにくいかなっていうことと、それからやっぱりちょっと丸が多かったのでね、センターに。なんでちょっと形をね変えたかったんですよ。で、これすっごいぴったりとは思わないんだけれども、色が合うってことと、それからそのちょっとリーフ型オーバルに近いような感じのもの、入れてみました。ただ何が変わったかというと、そうですね、ボードをね重ねてたんだけど、もうちょっとこうテーブルとかお皿をね広くゆったり使った方が、なんかこうなんていうのかな、華やかな感じに見えるような気がするの。ちょっと詰めな感じがしたのでね、大きいボードの上にパンのボードが乗ってたのをそうね、ボードを下ろしたわけね。ワインの横にね、ちょっと色を変えたリネンを入れてもらいました。リネンってね、テーブルの上で少し使うと断然テーブルが柔らかくなったりとか、場合によっては贅沢感にもつながると思うし、例えばほらこれふみちゃんがピンクのリネンを縫ったわけだけど、そのランナーと揃えて、それって例えばペーパーナフキン1枚ペラって乗せてるより断然なんかこう贅沢感があるじゃない。確かにね。リネンってそういう役割なんだよね。色を加えるっていう意味もあるんだけれども、その質感自体がやっぱりなんかちょっと、贅沢な感じ。確かにそんな気はしますね。面白いね。でちょっと違う色のリネンも増やしたかったんで、ふみちゃんにそのワインの横にこれはディッシュクロスだけれどもね置いてもらったんだよね。実際、スパークリングあげる時とかもリネンあった方がいいからね。だから置いといてもいいと思うの、最初から。で、そうふみちゃんが最初から言ってたのは、オリーブ入れるような器がないんだよねって言ってたから、ここであんまり使わないだから最初出してなかったんだよね。オリーブ一応買っといてねって言われて買ったんだけど、何入れていいか分かんなくて出してなかったの。そうだったね。でそういえばリキュールグラス持ってたじゃんっていうことになって、でそれに、ちょうどいいような感じの姫フォークがあったんだよね。ちょっとねやっぱりグラスになんか入った時にはなんかピックとか、それからそのちょっと絵が長めのものが入るとちょっとエレガントに見えるわよね。そうで、プロシュートね並べてくださってたけど、プロシュートってさふわっと置いた方がいいよって言ってふわっと置いてもらったけど、でもどんなにふわっと置いても時間経つとさどんどんぺたんこになるじゃない。そうなのよ。そう結構難しいんだよね。やっぱりねちょっとなんか美味しそうに見えないっていう。でもなんかどんどんね油が多いから当たり前なんだけど、でもベタになっちゃうのよね。そうプロシュートのその目指すはね盛り付けのこうなんかこう理想としては今カッティングしてきましたよ、でふわっと置きましたよっていうような状態が一番なんか理想なわけよ。でそれに近づけるためにお皿に張り付いちゃうプロシュートの姿を、立ち上げるために、避けるために、ローズマリーをちょっと下に敷いて、このローズマリーって色を足したことでなんかちょっと綺麗に見えるってこともあるし、プロシュートをふんわり見せるっていうこ
そうね、用意できるんだったらこういうローズマリーとか、食べられないんだけど、はいはちょっと忘れがちなんだけど、こういうようなものをちょっと用意しとくか、お庭にい。それ大事ね。なんかその使わないかもしれないけどっていうのをね、一応なんかの時のためにこういう葉っぱとかローズマリーとか。ローズマリーが入った方がプロシュートが綺麗に見えるような気がする。そうですね。色がね、浮き立つからね。なんか量の調整にも使えるって言ってたよね、はるちゃん。そうね。大きめな器出しちゃって、で、そんなに料理用意ができてないっていう時には、こういうちょっとかさ上げ。はい、かさ上げができます。はい。水のグラスも変わりましたね。そうですね、いつの間にか。ちょっとなんていうのかな、もうちょっと柔らかい感じにしたかったので、これ実際本当はワイングラスなんだけど、そのステムのないワイングラスにしたんだよね。今度じゃあ位置を直してみようっていうことで、全体の位置を考え始めたんだけれども、どうでしょうね、さっきと比べて、なんかレモンチキンメインを、脇にして、ナッツと生ハムが真ん中に来てるね。それからクマラチップスが。これやっぱりね、食べる順番っていうこともあるし、重いものを真ん中に挟まない、少し脇にずらした方がいいような気がする。あ、そうなんだ。それから食べる順番は分かりやすいよね。まずそのナッツとか生ハムとかつまんでからですもんね。チキンに行くのはね。そうね、それからその手元の丸いお皿と、それからこのパエリアパンが丸ってこう縦につながってるのがなんとなく違和感があったんだよね。なるほどね。言われてみればそう。ちょっと四角聴覚を挟むとさ、なんか非常にバランス良くなったと思わない？そうね。でね、それからあと実際私も布のナフキン使いますけど、やっぱりペーパーナフキンも一緒に置いとくことが多いのね。確かにね。なんかもしかしたらね、この布ナフキンで口ぐいぐい拭いていいのかしらって遠慮なさる方もいらっしゃるかもしれないしそうかもしれない。なんか両方あった方がお客さんも、気が楽なんではないかと思って、で、おっしゃる通りですね。白いナフキンを出してもらいました。で、最終的にはね、やっぱりこの、今回ビーツを入れたこのリーフ型、ちょっとね、この中では重さを感じるような気がするんだよね。コッパもちょっと軽かったら、なんかこう統一感の取れた、テーブルになったと思うんだけれども、ふみちゃんの買い物リストにちょっと加えておいてもらったらいいかなと思うんだけれども、加えるどんなものがあったらいいのかを、例えばね、黒っぽい色ガラスとかね、それからグレーでもいいんだけれども、色ガラスってね、割と便利なのよ。いろんなシチュエーションで使えるから、このリーフの、お皿よりもう一回り大きい色ガラスをちょっと揃えておいてもらうといいなと。わかりました。黒か、濃いグレー系ね。探さなきゃ。それから、最終的には今ここにビーツのお皿にしかカトラリーが入ってないんだけれども、サーバーがね、サービングスプーンとかフォークとかね、そういうものがね。サラダサーバーとか、それからレモンチキン用の取るものとか実際はいるじゃない？私がいいのを持ってなかったのよね、このテーブルに合うようなものをね。でね、やっぱりね、ここに合うサーバーを、探しといた方がいいね。おすすめは水牛とか黒っぽい水牛のサーバーって本当に和でも使えるし洋でも使えるし、私はなんか割と応用範囲が広いサーバーなんじゃないかなと思っているんだけれども、最後、1のことなんだけど、パンのボードを少し手前に持ってきたのもやっぱりちょっとセンターのボリュームとそれから手前との、ボリューム感をちょっと合わせるっていうような感じのことでね、ランナーからちょっと外して、手前の方に持ってきてみました。なんか最初のも綺麗だったけど、こういうふうにちょっと変わっていくのもちょっと楽しいですよね。楽しいし、やっぱり全然、
素敵になるよね、ずっとね。いい感じになった。華やかだし、華やかになったよね、やっぱりね。でこうやっぱりゆったりテーブルを使う、それからお皿もゆったり使うっていうのがちょっとポイントかも。これをじゃあちょっと人数を増やしてみようってことでね、6人分にしてみました。なんかまた当たり前だけど華やかになるよね、数が増えて。そうね、お水のピッチャーとかも手に取りやすいところに取っておくとね、いいかもしれないです。こんな感じになりました。いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけたらよかったなと思います。次回なんですけれども、これも第2弾になるんですが、以前にやったオールデコレーションというビデオの第2弾で、オールデコレーションパート2ということでお送りしたいと思います。これは前回ご紹介しなかった部分ですとか、前回のビデオを撮った後、変化があったところをお見せしたいと思っています。約2週間後の配信を予定しています。どうぞよろしくお願いいたします。今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。